Z900RS で検索して私の動画にたどり着いて、このバイクを検討している皆様、お尻一番ケツの座りのいいところ、ケツの座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りの悪い、ケツの座りの悪いと書いて憤りの酒を垂らせばのケツの座りの悪いところではなく、ケツの座りのいいところですね。それが非常に絞れて、可愛い女の子の YouTube チャンネルを登録している気持ちは私も分かります。私も見ております。しかしあなたと同い年のですね、おっさんもですね、老体に鞭を打って必死に事実を伝えております。チャンネル登録をお願いいたします。はい、というわけでですね、本日はこちらの子です。 Z900RS。 もう何年ですか、4年とか5年とかずっと売り上げナンバーワンですよね。で、実はですね、マサチャンネルレンタルバイク出たもの勝負で初の2回目の登場になります。っていうのはですよ、実はですね、2018年に8年ブランクがあって僕はリターンしたんですけども、その時にワンチャン大型乗れるんじゃねえかなと思って乗ったのがこのバイクだったんですよ。で、なぜこのバイク乗ったかっていうと、一番売れてたからっていう、ただそれだけなんですけれども、実はクロスカブを8年ぶりに乗ってリターンしたその前に乗ってたバイクが XR250 スーパーモダト、その前が DR400 スーパーモダト、その前がジェベル250、その前なんですね。その前が GSF1200、それがですね1997年か6年ぐらいなんですよ。なので本当にね、何年ぶりになるの ?30 年とまではいかないけど、そのくらいぶりにですね、25年ぶりぐらいに大型バイクに乗ったわけです。その2018年か19年にね。ですげえ乗りやすかったイメージがあるんだけど、やっぱりその時まだレビューがあんまりうまくできてなくて、改めてね、この一番売れてるバイクはどうなんだろうっていうところがすごく気になってて、一度ね、自分の感覚をリセットするためにも、こうスタンダードなモデルに乗ろうかなという感じがしてるんですけど、よく見るとね、いや、倒立フォークだわ、ラジアルマウントのキャリパーだわ、もうこれ一昔前だったらもうフルチューにいじくってるバイクですよね、これ。いや、めっちゃかっこいいわ。これは売れるわな。で、シート高は800ミリ。よし、エンジンかけよう。お、のぶとい。やっぱね、各メーカー非常にね、サウンドチューンっていうのをしてますよね。鈴木はね、してると思えないんだけどね、静かすぎて。いや、めっちゃいい音するじゃん。 CD1300 もすげえいい音したけど、やっぱね、川崎さん考えてるね。そしてシート高が800。足つきはいいでしょう。これだけ細いからね。おー、マスターシリンダーもこれなんだ。かっけえ。よし、大人になった僕は今ミラーを直しますよ。大人になったんだよ。よしよし、いきますよ。あ、クラッチ遠いな。クラッチは大丈夫だけど、ブレーキいきます。あ、そうそうそう、足つきね。マサチャンネルの身長は164センチ、股下76.5センチです。割と足がつく方ですけど、そうね、起こした感じも軽いし、215キロですね。で、変な話、片足だったら僕かかとから行きますね。かかとから行ける。ただ道だとちょっと私とかあるからつま先からつくような感じにはなるけど、自然的にかかとまでついちゃいますね。これ両足でも母子球の一番力が入るとこが踏めますね。そこでね、全く問題ですね。まさしく安心の塊出ました。安心鎌足りです。最後、のぶとい音が。こっち
力出ていかないといけないんだよね。お、のぶといな、音のぶといぞ。さあ行きましょう。4気筒の音とこのレスポンスの良さにまだついていけないぞ。おお、はいや、これあれだね、意外と昔っぽさが残ってるね。今のバイクってさ、すごいこう電子制御のバイワイヤーで、なんかアクセルの初期の開け始めとかすごくさ、うまくだるく作ってんじゃん。でクラッチミートがすごくしやすく作ってあるけど、これはやっぱバイワイヤーじゃないっていうのもあるけど、アクセルレスポンスがすげえ良くて、クラッチミートに多少気が使う感じかな。これはね、僕が乗ってた CB650R に非常に近いね。ただ僕が今乗ってる VFR800X はね、バイワイヤーじゃなくてもね、すごいつながりやすいけどね、これはやっぱりレスポンスがやっぱりいいね。いや、のぶと音。ただなんかでかい割には、なんか重量物すげえ重たいようなバイクを操作してるような感じがあまりないね。やっぱアクセル開け始めが結構びっくりするな、これ。このさ、本当に次止まった時やりますけど、アクセルの開け始めのレスポンスが非常に鋭いんですよ。これ特にね、僕が乗ってたのとさっき言ったように CB650R がそうだったんですけど、ちょっとね、扱うのには若干コツがいるというか、慣れが必要なんですね。でそういうところをね、多分わざと残してんじゃねえかな。でポジションはもう至ってナチュラル。ケツのね、非常に座りのいいところ、長渕の歌じゃないですよ。ケツの座りの悪いところじゃなくて、ケツの座りのいいところに座ってます。それで、そうね、弱前傾、多分背骨の角度で言ったら本当2度3度4度5度ぐらいの、本当弱前傾、パッと見の感じは多分直立に見えてるぐらいだと思いますね。非常にポジション的にはね、楽ですね。今ごく低速で20キロぐらいで走ってるんですけど、2速3速でもいけちゃうね。だから4気筒の割には低速トルクが非常にあります。ただね、僕2018年19年に初めて何十年ぶりにね乗った時に、大型ね、これを乗った時にですね、怖くて開けられなかったです。本当に開けられなかった。だからそれからね、何年か経って大型バイクもちょくちょく乗るようになって、自分でも所有するようになって、どう変わったかっていう、自分の体がねどう変わったかっていうのもすごく気になるかな。これ発進ね、ちょっと緊張するよね。今みたいに発進できるといいね。やべえ、道間違ったこっち行かなきゃいけないのに。あ、後ろブレーキも非常にちゃんと効いてくれるんだ。これはいいね。フロントブレーキ一括ぐらい効くけど、リアブレーキが非常に効くのがありがたいね、これは。あ、ニュートラル非常に入りやすいね。なんかね、先日 V ストシリーズの V ストローム250と 250SX 両方乗ったんですけど、ニュートラルに非常に入りづらかったんだよね。あれ鈴木の特徴ですか。そして川崎はシフトが非常に接続感があってね、僕は好きですね。硬いという人もいるかもしれないですけど、これはあんまり硬く感じないな。ちょっとなんかゆっくり走るのが難しいな。クラッチはね、思ったより重くないし、アクセルもバイワイヤーじゃないけどそんなに硬い感じもしないし、これシートが優しいよ。シートがね、非常に優しいね。一つ気になるとしたら、やっぱりですね、やっぱアクセルレスポンスが非常に鋭いので、うまくギアがつながらないつなげられない、ゆっくり走れない、
その辺が疲れにどう影響してくるかというところじゃないですかね。今うまく走んできたね。あとはこの弱前傾だね。164センチの僕の場合には弱前傾になるので、これでやっぱり肩首とかね、その辺がどうやって凝ってくるかっていうのを、今日どのくらい走るのかな、200キロぐらい走りますね。多分6時間7時間ぐらい走ると思うんで、走った後に今言ったちょっとネガ情報的なところがどうなるかっていうのをお伝えいたします。でこれから高速道路、奥多摩周遊道路行ってきます。そしてレビューさせていただきます。で足継ぎ取り回しチェックもさせていただきます。なのでそこまでやってね、時間をかけて乗った結果どうなるかっていうのをお伝えするので、一度これでですね、走行後にワープいたします。ティラリ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 ン。ほんのり紅葉始まってますね。はい、画面が切り替わりました。走行後になってます。動画では分かんないと思うんですけど、結構もうね暗くなってるんですよね。17時5分なので10時半から書いてますからね。11時半、12時半、1時半、2時半、3時半、4時半、6時間半、7時間ぐらいになるかなっていう感じなんですけど、ちょっとね高速で申し訳ないんですけども、本当は一般道に降りてからお伝えしたいんですが、ちょっとね一般道があんまないので、どんな感じなのかっていうのをねお伝えしたいと思いますが、まずね皆さん一番気になっていると思います。約7時間走ってます。おけつちゃんですよ、おけつちゃん。この Z900RS マサチャンネルのお尻にどうダメージを与えたかなんですが、 Z900RS で検索して私の動画にたどり着いてこのバイクを検討している皆様、おめでとうございます。お尻全く痛くないです。これはよくできたシートですね、旦那。これはね、これはいいよ。このシートはねやっぱ柔らかい、座面が広い。ただ800ミリシート高があって、その割に足つきがすごくいいです。ってことはね非常に絞られてるんですよ、先っぽの方が。なのでその先っぽに座ってしまうと痛くなるんじゃなかろうかと思いますね。なので特にこういう高速巡航時は少し後ろに座ってちょっと前傾になって、シートの一番座面の広い位置、要するにね後ろのタンデムシートのところにお尻が少し当たりますよぐらいの場所に座って、そして少し前傾になってお尻への負担を減らしたりとか、そういうちょっとした工夫が必要だと思います。それがあればお尻が痛くなる確率は非常に少ない、いいシートです。これはおめでとうございます。そしてね、単純にマサチャンネルの体、今どこが一番きついですかっていう感じなんですけど、僕ね久々にエキと乗ってるんですよ。でそこそこね10月とはいえ寒くなってきて、10月中旬なんですけど、この時間になるとね風を受ける、かつ前傾じゃないんだけど直立よりも若干前に倒れてます。これはね足つきポジション取り回しチェックを見ていただけると分かると思いますけども、背骨の角度にして3度から5度ぐらいは前に傾いてます。なので腕、肩、手首、首は大丈夫ですね。首は大丈夫。その辺に負担がかかってくるんですけど、やっぱ肩かな。肩が少し張ってる感じと、僕ねいつもねこれスロットルアシストをつけてるんですよ。でこれないじゃないですか。だからやっぱり握んなきゃいけない。で握るの慣れてないんだな。なので若干こう手が疲れてる、右手がねっていう感じはありますが、極めて快適です。ほとんどネガの部分を感じないですね。ライディングポジションに関してはほぼネガがないです。これね実はねステップの位置がいいんだと思うんだな。ステップの位置が
ちょっと前気味なんだよね。だからバックステップとか入れる人が多いのかもしれないけど、ちょっと前気味なのね。前でもないか、ちょうど足を下ろしたところにあるんだけど、このね、ステップの位置で少しお尻持ち上げたりとか、2グリップってずっとしてるわけにいかないじゃん。でしょ？で、このね、ステップの位置が前だから、足で踏ん張ったりとかもできるんですよ。だからいろんなところでお尻を支えられてる感じ。これはね、川崎さんよく考えてると思う。すごくね、負担が少ないポジションだと思います。で、クラッチも軽いから全然問題ないですね。僕、クイックシフター入ってるバイクしか乗ってないんですけど、全然問題ないです。ほぼほぼネガを感じないですね。足つきも気にならない。なんだろうな、ネガがあるだろうか。取り回しもまあなんとかできる。それから小回りも効きますね。ハンドル切れ角も非常にあって小回りが効きます。U ターンもそんなに苦じゃないですね、慣れれば。シフトも非常にねかっちり感があって、前ね Z650 乗った時にすげえ渋いなって思ったけど、これは渋くない。全然個体差かもしれないけどね。5000キロぐらい走ってる車体ですけど、ネガの部分がほとんどない。なのであえて絞り出してネガな部分を絞り出していくとですね、これはねネガかどうかわからないよ。ネガかどうかわかんないけど、僕ね乗ってた CB650R でもちょっと感じたことではあるんですが、それ以上によ、音が良すぎるわかんないよ、これネガに感じる人はネガに感じるかもしれないよね。これね音が良すぎるわ。これトンネルの中でちょっといい？これさノーマルだぜこれ音が良すぎるよ。ただ高速巡航時に気になるとかっていうような音ではないね。逆に低速時に気になる。だから朝エンジンかけたりとか、それからトンネルの中とかですげえ響くから、その辺で気になるネガ要素にする人も中にはいるかもしれないという意味でネガ要素にしてみましたが、僕は全然ネガじゃないですむしろいい音だわって感じるんでですね。あれ演奏した。なのでネガに感じる人がいるかもしれない情報というところで1個お伝えしました。そんでね、もう一つ、これはね割とネガに感じる人がいるんじゃないかなっていう情報だし、そう最初にさ、次発信しづらいって言ったじゃん。このアクセルのこの初期がすごいこうレスポンスが良すぎるんですよ。なので発信するときにちょっと気使うよって話したんですけど、これはね慣れました。 CB は割と慣れなかったっていうか、バーンって吹けちゃったりとかしてなかなか難しかったけど、これはねこの辺りで割とキープできるから、2000回転1500回転2000回転ぐらいでつなげられるんで、そんなに慣れれば全然問題なかったです。ただちょっといつもの調子でいくとこうバーンって吹けちゃうかなっていうのと、あとね低速で走ってる時も高速で走ってる時も開け始め、これはネガ情報ね、開け始めのこれがドンつきっていうのわかんないけど、ドンって出るんですよ。特に低速時ドンって出るんですよね。なのでギクシャクするね。これはね優しくこう開けていければいいんだろうけど、ちょっとギクシャク感が出るかな。特にね今これねゆっくり走ってるじゃないですか。ゆっくり走ってる時のシフトアップ、非常にギクシャク感出ますね。今2速ね、3速4速5速、なんかねアクセル戻した時の
回転の戻りが速いんだと思うんだよね。だからゆっくり走れないのよゆっくり走れないのだから、ずーっと加速してればそんな気にならないの。ファー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 って加速してれば気にならない。ただ信号スタートみたいな感じの時にゆっくりじゃそんなに速く走らないじゃん。あれでシフトアップしていこうと思ったらすげえギクシャクする。で自分なりにこれうまく走りたいなと思った時に出した結論が、アクセルを大して戻さないっていうアクセルを大して戻さないっていうやり方が一番うまく乗れたかな。ちょっとここでやってみようか。曲がって今1ね、ゆっくりね、2、3、こんな感じ。アクセルを完全に戻してないんですよね。そうしないとパーンって下がっちゃうから、ちょっといい表現かどうかわかんないけど、ブーンブーンブーって一回回転が下がっちゃう感じがして、なんかうまくこう駆動がつながってないような感覚を覚えますね。割とね、多分ね CB650R もそういう傾向があったんですよね。やっぱレスポンスが鋭いバイクにありがちだと思うんですけど、 CB650R はねシフトアップ側だけクイックシフターついてたんで全然問題なかったんですけど、これついてないから、だからすごいね操作がシビアだなって思った。だから普通バイクとこうね、ブーンブーン、違うなあれブーンブーンブーンっていくじゃないですか。この落とした時に回転が落ちきっちゃうんだよね。だからなんかちょっとギクシャク感が出る感じがします。だからそれをうまく乗る楽しみもあると思います。ネガかネガじゃないかよくわかんないけど、すごい滑らかに乗れるような感じでもない。ちょっと軸連動が必要かもしれないね。ただこう今渋滞路とかね、これで低回転でゆっくり走ることとかは全然問題ないです。低速トルクは素晴らしいですね。これ今半クラだけで、今アクセル握ってないからね。で2に入れて、これもアクセル握ってないから、だから1、2ぐらいだったらアクセル握んなくてもいけちゃうんで、なんで渋滞路とかはそんな気にならないかなと思いますね。低速トルクはすごく豊かです。さあ最後燃費チェックやっていきましょう。232キロ走ってるね。よいしょ。あれこれセーフじゃないの？それではね、燃費報告いきます。本日の走行距離 232.3 キロ、ここまでね。で給料が割ることの 12.24、 うわ 18.97、 そんなよくねえなそんなよくねえぞ。こんなもんか。そうだよな、 900cc だもんな。でも俺の VFR800 でも20前後だから、まあこんなもんか。そうだよ、だって俺の VFR が100何馬力でそんなもんで、これ110何馬力出てるからね。こっちの方がパワーあるんだから、そりゃそっか。そりゃしょうがねえな。しかもさ、ユーロ5に対応してるエンジンって割と燃費悪いこと多いよね。はい、それではね、レンタル元へ返したいと思いますね。走り慣れたでしょもうだから慣れよね、これはね。低速トルクがすごくあるって分かっちゃうと、いっぱい開けなくても大丈夫だから、もう慣れちゃったね。だからファン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 みたいなスタートにはならないと思いますよね。そしてですね、 Z900RS に関しては動画4本ございます。足つき取り回しチェック、それからワインディング、高速道路、そして今これがですね、ファーストタッチ総評燃費報告という動画になってます。すべて概要欄にリンクしてありますので、概要欄から見ていただきますと Z900RS に関しては全てわかるかなと思います。そしてですね、まだ見れない場合には公開日になっておりませんので、公開日を待って見ていただけるとありがたいなと思います。そしてだ、ここからが大事です。マサチャンネルはこの動画だけではございません。
たくさん皆様のためになる動画アップしておりまして、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてですね、ぜひですね、チャンネル登録をご協力いただきたいなと思っております。なぜかというと、私のチャンネル、同年代の方非常に見てます。私もわかるんですけども、おっさんの YouTube より可愛い女の子を見ながらですね、ニコニコしてた方が気持ちいいですそんなこと僕も分かってるんです。分かっとるんですよ。分かっとるんですが、しかし皆様と同じようなね年齢の私もですね、非常に真実ですね、真実を伝えようと必死にですね頑張って動画撮影して、そして編集しております。ですのでわずかなですね、ほんのわずかな広告収入がですね、レンタル費用の足しになったりとかしておりまして、非常に助かっております。なのでぜひご協力をお願いしたいなと思います。それではマサチャンネル、これにてバイナリー。